皆さんこんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。ノートパソコンを買った後、通常の使い方をしていると、ほとんどの場合、部品の故障に遭うことはないと思います。しかし、パソコンを1年、2年と使っていると、必ずバッテリーの劣化を感じるようになります。バッテリーの劣化は避けられませんが、ちょっと使い方を工夫するとバッテリーを長持ちさせることができます。この動画でポイントをしっかり押さえていただきたいと思います。今回の動画は、レノボ、デル、富士通、NEC など主要なパソコンメーカーが推奨するバッテリーの利用方法やバッテリーの使い方を調べてまとめたものですから、皆さんがお使いのノートパソコンにも当てはまると思います。この動画では以下のことを説明します。1、バッテリーについて。2、各メーカーの充電制御、おすすめの使い方。3、あなたのパソコンのバッテリーの状態の調べ方。1、バッテリーについて。ではまず、ノートパソコンのバッテリーについて説明します。パソコンのバッテリーは主にリチウムイオン電池が採用されています。バッテリーの寿命は充電回数なら約500回、年数で見れば2年から3年程度とされるのが一般的です。パソコンのバッテリー、一般的な利用方法をした場合、1年間で約3割程度性能の劣化が起こります。また、各メーカー、バッテリーの性能が初期値の半分、約50%を切ったら交換を推奨しています。バッテリーの交換はほとんどのメーカーがバッテリーパックの販売を行っています。バッテリーパックの交換作業は、パソコン底面にある爪を動かしたり、ネジ自体を外したりして内部を開き、バッテリーを入れ替えるだけです。さほど難しくはないので、作業に自信のない方以外は、ご自身で交換されるといいと思います。東芝、富士通、NEC といったメーカー製のノートパソコンであれば、メーカーに交換作業を依頼することもできます。その場合、バッテリーの代金以外に作業費用と時間がかかりますので注意してください。2、各メーカーの充電制御、おすすめの使い方。はじめにバッテリーにとって良くない使い方を3つ紹介します。高温の環境下でパソコンを使用したり、バッテリーを放置していると通常より劣化が進みます。また、バッテリーをつけたまま長期間、1ヶ月程度パソコンを放置するのもよくありません。それからバッテリーはフル充電された状態でさらに充電されたり、充電残量がゼロ、つまり過放電状態で放置されていると通常より劣化が進みます。では、これらに対してどのような対策を取ればよいのか説明していきます。高温の環境下ではパソコンを使用したり、バッテリーを放置しないようにしましょう。長期間パソコンを放置する場合は、バッテリーの残量を20%から30%の状態にして取り外し、涼しい場所で保管してください。バッテリーの過充電、過放電についての対策ですが、これについては各メーカーから電源管理ソフトが出ています。レノボであれば、レノボバンテージ。デルであれば、デルパワーマネージャー。NEC であれば、バッテリーリフレッシュ診断ツール。富士通であれば、バッテリーユーティリティ。東芝はダイナブックセッティングのエコモードなどがあります。これらのソフトではバッテリーの残量によって AC アダプターから充電するか止めるかを制御して過充電にならないように制御しています。さて、バッテリーの充電制御以外にもう一つ気をつけたいことがあります。それは普段パソコンを使っている時の電力消費量を抑えることです。電力消費を抑えるとバッテリーの消耗も抑えられ、充電する回数を抑えることができます。Windows で電力の消費について設定する項目がありますので、設定方法を簡単に説明します。設定のシステムから電源とスリープをクリックします。
下の方に関連設定で電源の追加設定がありますので、こちらをクリックします。すると、コントロールパネルのハードウェアとサウンドの電源オプションが表示されます。ここでは電源プランを選択することができます。ここでバランスを選びます。バランスとは自動的にパフォーマンスと電力消費のバランスをとってくれます。電力の消費を抑え、充電の回数を少なくし、バッテリーを管理するソフトで過充電を防ぐことでバッテリーの寿命を伸ばすことができます。一通り説明させていただきましたが、ここでバッテリー関係で多くいただく質問を一つ紹介します。ノートパソコンを会社や自宅で使っているとき、電源につなぎっぱなしにして良いのかダメなのかという質問です。私もこれについていろいろ調べました。この問いに関してメーカーの統一的な見解はありません。問題がないというメーカーもあれば、適度な間隔である程度のバッテリーの残量を少なくした方が良いというメーカーもあります。リチウムイオン電池は、例えばいつも 95% から 100% を行ったり来たりしているより、数ヶ月に1回程度はバッテリーが半分くらいになるまで放電した方が良いとされるメーカーが多かったです。ですから、この動画では数ヶ月に1回程度、半分程度になるまで放電して、バッテリーをリフレッシュした方がいいでしょうという回答にさせていただきます。3. あなたのパソコンのバッテリーの状態の調べ方。Windows ではバッテリーの状態についてレポートを出力することができます。レポートの出力方法は簡単なので、まずはレポートを出力してから見方を説明させていただきます。ここに入力して検索の欄に CMD と入力してコマンドプロンプトを管理者として実行します。コマンドプロンプトが起動したら PowerConfig スペーススラッシュバッテリーレポートと入力します。これでエンターを入力するとレポートが作成されます。出来上がったレポートはブラウザーで開くと見ることができます。では、レポートの内容を説明していきます。まず、バッテリーレポートの下はコンピューターの名前やレポートを作成した時間などが表示されています。次に、Installed Batteries のところにはバッテリーの情報が表示されています。ネームのところはバッテリーの名前。ケミストリーの欄は材質が書いてあります。ここでは LIP と書いてあります。Li はリチウムですからリチウムイオンバッテリーを表しています。デザインキャパシティは設定時のバッテリーの容量です。パソコンを買った時にはバッテリーをフル充電した時にはここに書いてある値とほぼ同じくらいの容量を充電することができるはずです。フルチャージキャパシティは現在バッテリーをフル充電した時のバッテリー容量です。その下、リーセントユーセージは直近3日間の状態を表しています。最初の列のスタートタイムが開始時刻。2列目のステートはパソコンの状態を表しています。アクティブの時は通常の使用状態。コネクティッドスタンバイはディスプレイなどが切れていて、電力消費が抑えられているが通信できる状態のことです。その次のソースは AC が AC アダプターを使っている場合、バッテリーはバッテリーを使っている状態です。その隣はバッテリーが何%残っているかと残りの電力を表しています。ユーセージヒストリーはこれまでの AC アダプターとバッテリーの使用時間です。1週間分まとめて表示されています。バッテリーキャパシティヒストリーはフル充電した時のバッテリー容量と設計時のバッテリー容量が記載されています。こちらも1週間まとめて表示されています。私のパソコン、設計値の半分も充電できない状態になっています。そろそろバッテリーの交換を考えます。最後、バッテリーライフエスティメイツは
取得したデータを元にした残りの駆動時間の見積もりです。フルチャージとデザインキャパシティの2列のそれぞれについて、さらにアクティブとコネクティッドスタンバイの2列に分かれています。フルチャージでアクティブなところが普段使いした時のバッテリーの持続時間。コネクティッドスタンバイのところがスタンバイでのバッテリーの持続時間を表します。皆さんも一度ご自身のパソコンのバッテリー、どのような状態になっているか確認されてはいかがでしょうか。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画参考になったと感じていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。